こんにちは。畳職人の山田健二です。友禅染めの職人の水野香奈です。今回新しくチャンネルを立ち上げました。おめでとうございます。このチャンネルを立ち上げたコンセプトなんですけど、ものづくりの楽しさを YouTube を通して発信していこうということと、あとはものづくりに携わっている作家さんをいろんな形で紹介していけたらなと思って、このチャンネルを立ち上げました。で今最初は2人で、僕畳職人の山田と友禅のカナハンでやっていくんですけど、もっといろんなものづくりに携わっている人を集めながら、いろいろ参加者を増やして面白い発信をしていけたらなと思っています。いいですね。で誘ってからさ、あんまり話してなかったけど、なんでこのチャンネルをやろうかなって思ったきっかけなんですけど、僕はものづくり系の作家としてやってるんですけど、音楽の人たちと比べると、なんか知られてない作家さんが多いなと思っていて、で例えばミュージシャンだったらなんか好きなアーティストの人10人いってって言ったら多分すぐ名前が上がったりとか、知ってる人を挙げてって言ったら100人とか言えると思うんだけど、知ってる作家さんとか画家さんを挙げてって言っても、それに携わってない人とかだと1人挙げるのも結構大変な人も多いのかなと思って、せっかくこう面白い、自分でやってるとものづくりすごい面白いなと思うので、そういったところをなんか何も前提知識を知らない人とかでも楽しく見れて、知ることができるようなチャンネルを作りたいと思うんで、素晴らしいですね。始めようと思いました。確かにその好きなアーティスト誰って聞かれたら、多分もう5人なんかね、5つぐらいは出ると思うんですよ。でも好きな伝統工芸の作家っています、みたいなこと言われたら、なんか携わってる人はね当然知ってると思うけど、そうなんかみんなが好きな伝統工芸の推し一人はいる世界観ってなんかめっちゃワクワクしますよね。普通のね普通の人でもね、普通の人でも、なんか全然そんな元その友禅とか畳とかそんなに詳しくない人でも、こういう YouTube 通してなんか最近さ伝統工芸のさ、いや水野さんの作品ハマってんだよねみたいなことを言われたらめっちゃ熱い。電車の中でそういう会話ないもんね。ないですね。好きなねギタリストとかバンドマンの話はしてる人いたとしても作家さんの糸目がやばいんよねみたいな話ないですね。絶対今までないもんね。これでも変えられたらめっちゃ面白いよね。熱いですね。そうなのでなるべくこうすごいマニアックなとこもやりつつ、それになりすぎずに、なんか本当に気軽に楽しめたりとか、シンプルに面白いとか、そうですねっていうのもやっていきたいし、結構数字にはこだわって、たまにバズとかも起こしながら、数字はなるべく作っていきたいなっていう。やっぱりこう広く知ってもらうためには、まずはそこですもんね。そうだね。作ってるとそんなのは二度次だっていうのも分かるんですけど、やっぱそこも両方とも、もちろん作品はすごいかっこいいの作って、なおかつちゃんとそういう数字的な部分も狙っていきたいな。やっぱやるからにはね、なんか楽しければねもういいんですけど、でもやっぱりこう普及するためにはたくさんの人に知ってもらいたいし、そのためにはおすすめに出やすくしたいってなると、なんかやっぱり見てくれてる人の数って大事になりますもんね。そうですね。だから幅広く大人とかも、あと子供もそうですね、結構なんか作るのって楽しいじゃん。楽しいですね。なんか自分も畳作る以外じゃなくて、なんか絵描いたりいろいろなんか作ったりするんだけど、普通に大人になっても楽しいしからなんかそういうのはもっとね、なんか幅広く広がったらっていうか、なんか広げられるんじゃないかなと思って。広げられそうですね、私でもやっぱり3歳とか4歳の子ワークショップ来たりとかしてますけど、やっぱみんな楽しく色作ってますもんね。あと大人の人も結構来てない？大人の人メインですね。
やっぱり。でもね、小中学生の子も夏休みに来てくれるんですけど、もう楽しくやってくれてます、はい。全然なんか専門的な知識を持ってなくてもフラッと今日来てフラッと楽しめるみたいな。そうですね。そういうのを自分たちもこのチャンネルを経由して発信したりとか、で自分たちもこう体験してみたりとか。そうですね。ちょっと伝統工芸とかものづくりの楽しさを自分たちが体験して広めるっていうのめっちゃいいですよね。あとはなんかさ、それを体験することによってまた自分の作品に生かせることもなんかあるなと思って。でも確かにそれはありえます。結構つながってるとこもあるもんね。友禅だったら筆を使う職業は他にもあったりとか。そう意外に大漁旗とか鯉のぼりとか親和、なんかめっちゃ強い親和性が。そう話した時になんかそういう専門的なところで深掘りできたりとか、意外としたりとか。絶対楽しいじゃないですか。っていうのを考えてます。なるほど。で、このチャンネル名なんですけどまだ決まってないんですけど。決まってないですね。どうしますか？いや、どうしましょうね。で、なんかLINE でチラッと送ってきませんでした？僕の第一候補は、すごい嫌だと思うんだけど、芸術集団大バカ者がいいかなと思ったんだけど。いや、なんかすっげえ投げやりなような気がしてなんか大バカ者。そう、確かにね、これやるとね、コラボする人とか嫌がりそうだなっていうのもあるんだけど、ちょっと一回話聞いてもらうと、なんかちょっとなんでかっていうと、例えばさ、このチャンネルがすごい大きくなってさ、なんか例えば NHK とかみたいなところに呼ばれたとするじゃん。で、なんとかのなんとかさんって呼ばれるじゃん。で、大バカ者の山田さんとかって呼ばれたら、そのすごい真面目なアナウンサーの人が、そう呼ぶのって面白くない？いや、もうそんなことない。急にっていうのをなんとなくイメージして、思ったけど別にそれじゃなくても全然急に面白さを重視しても、いや、もうインパクトはあると思いますよ。何がありますか？思い切ってコメント欄とかで募集したりとかインスタとかで募集してもいいと思うんですけど、なんだろうな、何がいいんだろうな、難しいな。なんか私今不定期的に、飲み会を開いてるんですよ。小中学生のこう同級生、小中学生からの同級生集めて飲み会開いてるんですけど、その会が底辺の会って言うんですよ。似てるじゃん。いやマジで底辺だから一緒にしちゃダメなんですけど、なんかその底辺の会をネーミングした友達とかに聞いてみますわ。ネーミングセンスある人に。そうじゃ保留にします。でもチャンネルがこれがアップされてる時にはつけたいよね。いや、でも次の動画からでいいんじゃないですか。2個目の動画、でも3個目の動画でもいいかもしれないですね。じゃあコメント欄で候補もらって、でカナハンも候補出してもらって、で自分も候補出すんで、そっから決めてきますか。確かに。次回ちょっとセンスある友達に聞いてきます。底辺の会の。じゃあ1回目はこんなとこですか。そうですね。ちなみになんか、唐突に LINE でさ、なんか YouTube やんないって送ったじゃん。で割と早めに返信来たと思うんだけど、何にもあんまり説明しなかったけど、どんな印象でした？でも私も結構軽いノリで。そんな感じ？そうあんまり深く考えずに。でも山田さんがほら前からファン0人説を言ってたから。山田のファン0人で。そうだからファン作りに来たいんだからこっから自分がファン作りたくて始めるってまあそれも一部ありますね。でもやっぱりこうやっていろんなね人巻き込む結構楽しいかもしれないですね。いろんな人の考え方あるから、もうみんなの意見を反映させながら成長していけたらいいと思います。ということで
コラボ相手とかも随時募集してます、ね、そうですね。メンバーとコラボ相手は随時募集してます、はい。企業案件とかもねあったり。うわー、それはめっちゃ熱いっすねぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあもうこの辺でいいんじゃないですか。じゃあ1本目は。じゃあ1本目以上になります。はい。ありがとうございます。今日5月22日でしょ。でちょっとさ手伝ってほしいんだけど。はいはい、やりますよ。畳ってさこうやって日焼けしてくじゃん、うん、黄色く、うんうん、でそれを逆手に取って、うん、特定の場所だけ日焼けさせようっていうことで、はい、でこれちょっとまだ養生してあるんだけど、この2025年の5月22日って書いてあって、はい、で今日からこの特定の部分だけが日焼けして、はい、その時の流れの分だけこう日焼けしていくっていうのを考えてっていうのを作りました。わー、やばい。今ちょっと養生してあるのでそれを取って完成ということで、これをレーザーでカットしてきたのでちょっとこれ剥がしもっていい？黒色のはいはいはい。そうで細いとこがね破れやすいんで、はい。どうです？ちょっと持ってもらっていいですか？はい。逆になっちゃう。いい感じですね。いい感じですか？これチャンネルの成長とともにこの色が退色してきたらいいかなっていう。へー。その時の流れの分だけ色がどんどん落ちていくので、それがいつからかっていうとこの日付から太陽の光を浴びて色が変わってくるっていう作品になってます。まあそんな感じですね。なんでこれ忘れるんですか？そう確かに。なんでこれをめっちゃ大事なやつ、うん、昨日急いで作ったレーザーカッター屋さんに行って作ったんだけど。すごい、よし、じゃあ行きますか。かっこよすぎ。